戦争が中盤に差し掛かり、戦局が大きく動き始めた頃、アメリカ軍は日本本土に徐々に接近するために飛び石作戦を採用しました。この作戦では日本軍の守りが手薄な島々を次々に攻略し、その島々を足がかりにして次の島へ進むことで日本軍の補給線を断ち、重要な防衛拠点を孤立させることを目的としていました。こうして日本軍の重要拠点は次々と陥落し、アメリカ軍は太平洋を効率的に進軍していったのです。そのような飛び石作戦の一環としてアメリカ軍はついに大艦隊を太平洋に進出させました。アメリカの目的は日本の重要拠点であるラバウルを孤立させることで、その最初の段階としてギルバート諸島への攻略が始まります。一方、この時の日本海軍はすでにたくさんの燃料を消費し、多くの飛行機も損害を受けていました。そのため全艦隊を動員しての反撃ができない状況に陥っていたのです。現地にいた日本の守備隊は必死に抵抗しましたが、圧倒的な戦力差の前に敗北。これによりアメリカ軍は次の目標への進行に向かい、日本軍は後退を余儀なくされました。当時の日本海軍の根拠地はトラック諸島でしたが、ここからパラオへと移ります。その後アメリカ軍がトラック諸島を空襲し、残っていた飛行機や船はほぼ全滅、基地機能を完全に失いました。太平洋での戦いが展開している一方で、日本の軍部内でも問題が発生しています。この時期軍部では様々な対立が起こり、話し合いがまとまりにくくなっていたのです。これはまずい、なんとかしなければ。そう考えた東条英機は人事異動を行うことで軍部を一つにまとめようとしました。まず杉山一を辞めさせ、自ら参謀総長を兼任します。これによって陸軍は一つにまとまり、東条英機は国の政治、軍の運営、そして軍の作戦の3つにおいて強い影響力を持つようになりました。一方、海軍では長野治美を辞めさせ、海軍大臣の島田重太郎に軍令部総長を兼任させます。これによって海軍も一つにまとまりました。島田重太郎は陸軍に融和的な人物だったため、軍部全体としても話し合いが円滑に進むようになったのです。さて、トラック諸島を失った日本軍は太平洋中部と太平洋南部でアメリカ軍の攻撃を防ごうとしていきます。まず太平洋中部では次のアメリカ軍の攻撃をマリアナ諸島と予測し、陸軍を派遣することで防衛に力を入れていきます。ところがマリアナ諸島へ向かっている部隊は途中でアメリカの潜水艦から攻撃を受け、半分以上の軍勢を失ってしまいました。こうして残った軍勢でアメリカ軍に対抗するしかなくなったのです。一方、太平洋南部ではトラック諸島からの後方支援が見込めなくなったため、ラバウルにいた部隊が撤退。当然アメリカ軍は動きやすくなり、日本海軍の司令部が移されたパラオを空襲。主力艦隊こそフィリピン方面へ退避させていましたが、残されていた船の多くは空襲を受けて撃沈されてしまいます。このようにして日本の占領地域はどんどん奪い返されていったのです。この頃の連合艦隊は何とかしてこの戦争を有利に終わらせるためにアメリカ海軍との決戦の機会を求めていました。そんな中でアメリカ軍がマリアナ諸島を狙ってきます。今こそ決戦の時。そう考えた海軍はフィリピンを出発してマリアナ諸島へと向かいました。そんなマリアナ諸島は絶対国防圏の要ともいえる島です。というのも、もしもここを落とされたら、ここからアメリカ軍が飛行機を飛ばし、日本本土を直接爆撃することが可能になるからです。何としてもここを守らなければならない。そのような考えのもと、陸軍は防御を固めていきます。ところがサイパン島では激しい艦砲射撃と徹底的な空爆で水際の防衛線が崩壊。アメリカ軍が大挙して上陸すると、一般住民も巻き込んだ悲惨な戦闘が始まります。日本の兵力は決して少ないわけではありませんでしたが、アメリカの兵力はそれを圧倒しており、次第に日本軍は押されていきます。そこにやってきたのがアメリカ海軍との決戦を目指した日本海軍でした。こうして始まった戦いは決戦を目指した戦いということもあり、かつてない規模で行われたものの、日本軍はこれまでの戦いで多くの熟練パイロットを失っているという問題点がありました。十分な訓練を積むことができておらず、技術が未熟なパイロットが多かったのです。対するアメリカ軍はレーダーを搭載しており、日本軍の接近を探知すると迎撃態勢をとっていました。こうして日本軍はほぼ一方的に攻撃を受けて壊滅。それどころか空母3隻を沈没させられるという大敗を喫します。
こうなると状況は絶望的です。ついに大本営はサイパンの放棄を決定。現地にいた6万人近くの日本人はじりじりと島の北側へと追い詰められていきました。こうして約半月の抵抗の後、日本の守備隊は文字通り決死の攻撃を実施。天皇陛下万歳、大日本帝国万歳という雄たけびを上げながらアメリカ軍へと突撃します。この総攻撃はアメリカ軍にとって少なからぬ衝撃を与えましたが、戦局を左右するほどの力はなく、アメリカ軍の優勢は変わりませんでした。そしてついにサイパンの日本軍は壊滅。島の北側に取り残された日本人は崖から身を投げるなどして自決していきます。こうしてサイパンの陥落によって日本の絶対防衛権は崩壊しました。サイパンを確保したアメリカ軍は直ちに巨大な航空基地を建設し、最新鋭の大型爆撃機 B29 をここに進めます。これによって日本本土のほぼ全域が B29 の行動範囲に入ったため、以後日本本土では主要都市への本格的空襲が始まっていくことになります。日本の敗戦はもはや決定的となったのです。すでに連合軍は無条件降伏を要求していましたが、当時の日本人のほとんどは無条件降伏で戦争を終えることなど考えておらず、一撃を加えて日本に有利な条件で講和するという一撃講和論に最後の望みがかけられるようになりました。こうして日本は見通しのない絶望的な抵抗を続けていくことになったのです。このような重苦しい雰囲気の中、日本国内では東条内閣に対する反発が強まっていき、政府や陸軍、そして首相経験者や宮中から東条内閣はもうダメだという声が上がってきます。しかし東条を辞職に追い込めば陸軍が暴走する可能性があり、中途半端に手をつけたら逆に反撃を受ける可能性もありました。当然東条も自分に反発する動きがあるのを察知しています。何もしないわけがありません。ということで東条は内閣を改造し、反東条勢力を取り入れることでこの難局を乗り切ろうとしました。ところが反東条勢力はそんな東条に対して3つの条件を提示します。1つ目が東水の確立、2つ目が島田の鋼鉄、3つ目が重臣の入閣です。1つ目の条件は要するに東条英機が陸軍大臣と参謀総長を兼任していることと、島田茂太郎が海軍大臣と軍令部総長を兼任していることを問題視したもので、この状態を廃止することを条件としたものでした。特に島田については海軍省で不満が出ていたため海軍大臣から外すというのが2つ目の条件、そしてその後任として米内光政を海軍大臣にするというのが3つ目の条件でした。こうして東条はこれらの要求を飲んで内閣の危機を乗り切ろうとしていきます。ということで自らは参謀総長を退任して梅津義次郎を後任とし、島田茂太郎を海軍大臣から辞任させます。こうして1つ目の条件と2つ目の条件はクリアしたため、残るは米内光政を海軍大臣に就任させるだけです。しかしそう簡単にはいきませんでした。反東条勢力の中ではすでに話し合いが行われており、米内光政は東条内閣には入らないと決めていたのです。米内が入閣しないのであれば3つ目の条件は達成できません。ついに追い詰められた東条内閣は総辞職。日本の政局は新しい展開へと進んでいきます。